りこのデザイン性の良さが最大の魅力だと思います。このダイヤル操作も含めたこのクラシカルな風貌が、やっぱりこのカメラの原点的な楽しさを感じさせてくれる、そんなようなカメラになってるんじゃないかなというふうに思います。普段はですね、東京地元をしっかり撮っていこうということで、都市スナップを中心に作品作りを行っています。意外なことにこの萩の町に来るということ、これが今までなかったんですね。でちょっとこう失われたかけらじゃないですけれども、いけてないピースを埋めるような旅になるのかなと思って、萩に訪れました。今回ね GFX の 100RF を使わせていただいたんですけれども、本当にこんなに小さくなってしまうのかっていう、もう驚きでしかなかったんですね。やっぱりコンパクト加えて、このデザイン性の良さですね、やっぱりかっこいいと思います。アルミ削り出しのこのボディ、ここが本当にすごくねかっこよくてですね、このかっこいいカメラっていうのはやっぱり首から下げたくなるカメラだと思うんですね。首から下げたくなるカメラっていうのはやはりいつでも撮れる準備ができている。だからシャッターチャンスに強くなるというところで、デザイン性の良さがシャッターチャンスを引き寄せてくれるものだと思うんですね。そこら辺このやっぱりデザインは非常に重要だと思います。今回デジタルテレコン、機能がついてるんですけれども、このグリップの一番美味しいところにですね、専用のレバーがついています。 35mm 換算でいくと 28mm、35mm、50mm、63mm が選べる状況になっています。63mm まで寄り切った時に約2000万画素の解像感を担保できるというところで、やはりラージフォーマットなので、それでも2000万画素、もう2000万画素あれば十分プリントにも対応できますし、解像感というのはしっかりとキープできるというふうに思います。操作性なんですけれども、まず今回一番いいポジションにですね、アスペクト比を変えられるダイヤルがついてるんですね。それをより意識して積極的に変えていこうという撮影動機につながっていくと思うんですね。なのでこのダイヤルの存在が一番メインの場所についているっていう意味を考えて撮影していく面白さ、これはちょっとこれで何ができるっていうふうに挑戦されているような、そんなような楽しさがあるダイヤルだと思いますね。今までマウントが違うということで、なかなかこのラージフォーマットに挑戦できなかった方たくさんいらっしゃると思うんですね。僕を含めてなんですけれども、そういう写真を愛するラージフォーマットを撮ってみたいっていう人が一歩踏み出せるカメラになったんじゃないかなというふうに思います。僕にとっての写真はやはりその思いを残す、思いを伝えるための道具として記録であり記憶ですねが残っていくというふうに考えています。なのでこれをもうしっかりと自分の身の回りを撮り続けていきたいということが永遠のテーマになっているんじゃないかなと思います。